札幌フレンチレストランメリメロ佐藤博則です。本日ご紹介するのはラム肉のスパイシートマト煮込みバターライス添えでございます。こちらはですね、ちょっとカレーとは違うんですけども、ラムの美味しさがしっかり引き出ましてトマトと一緒に煮込んでおります。こちらバターライスとですね共に召し上がっていただきますと、お食事としてもこれで完結する一皿となってますので、皆様ぜひ作ってみてください。材料です。こちらラム肩ロース、トマト、ニンニク、タイム、ローズマリー、人参、玉ねぎ、セロリ、白ワイン、クミンホール、コリアンダーパウダー、カエンペッパー、オリーブオイル。バターライスの材料です。お米、バター、塩、胡椒、以上です。スーパーなどにこういう塊でですね、ラム肩ロースというものが売ってるんですけども、結構ですね、このまま焼いても美味しいですし、煮込んでもすぐに柔らかくなるので、こちらのお肉を今日は使います。こちらはですね、一口大の食べやすい大きさに切るということで、形が不揃いなんですけども、少し煮込むと小さくなることを考慮して、こういう感じですね。これぐらいのカレーとかで煮込むような感じの大きさ、一口大って言われるような大きさですね。これぐらいですかね。一口大に大体スプーンですくえるぐらい。この状態でちょっと大きいんですけど、煮込むと少し縮まりますので、スプーンですくえるぐらいのこういう大きさです。こちら全体に白胡椒を振っていきます。こちらも軽く下味程度なので、強くせずに軽くでいいですね。ちょっとこう揉み込むような感じで下味をつけてください。玉ねぎ1/2個ですね、この芯のところをちょっと落としまして、煮込んでいきますので、大体ですね2センチ角ぐらいに切っていきます。こちら大体ですね30分から40分ぐらいで煮込む料理ですので、そんなに大きく切らずこう2センチ角ぐらいに切っていきます。セロリもですね、人参はですねこちら皮があるので皮を剥いていきます。それぞれお野菜はですね形を揃えるような感じで全部2センチ角ぐらいの大きさに切ります。ニンニクはですねこの中の芯を取りまして半分に切りますね。ヘタを取りまして切っていきます。トマトはですねこう煮込んでいって全部崩れてしまうので、そんなに形を気にすることはなく、ザクザクっと切ってください。まず半分に切ります。半分に切りまして、面を下にして半分に切って、1個12等分ぐらいですかね。浸水したお米にですね、2合なんですけども、2合分のお水を入れまして、バター1かけら、あとはですね塩をですね1つまみ入れまして、炊いていくんですけども、僕のお店ではですねバーミキュラというので炊くんですけど、ご家庭でやる場合はですね、2合のお米で、2合のお水よりちょっと少なめにしてください。ちょっと少なめにして、バターを1かけら入れて、お塩を1つまみ入れて炊飯してください。でこちらの方でこちら加熱していきます。強火でですね沸騰したら、10分、弱火にして10分ですね。弱火にして10分経ったら火を消して15分っていう感じです。ですので大体30分あれば炊けます。はい、じゃあ出来上がりましたので、少しかき混ぜます。はい、お肉をですねフライパンで焼いていきます。一回ですねお肉の周りをこう焼くことによってですねコーティングさせて、そのコーティングさせたものが旨味として、野菜の
煮込みの時に、ソースとして美味しくなります。フライパンがですねしっかり温まりましたらオリーブオイルを入れます。オリーブオイルを入れて、ここからですね中火ぐらいで入れていきます。お肉を、こう入れていきますね。あまり強火じゃなくて中火ぐらいで結構ですので、あまりひっくり返したり最初はせずに、まずは固定して焼いてください。で少し焼き色がついてきましたらこうひっくり返していきます。全体にですねこれぐらい焼き色が両面ついてきましたら火を止めて、取り出します。こちら煮込み用の鍋、こちらにですね先ほど切りましたニンニクですね、ニンニクとタイムとローズマリーをこのまま入れていきます。でこちらにオリーブオイルを、大さじ2入れていきます。で入れましたらここで、初めて加熱をします。こちら弱火ですね。でちょっとオイルに浸すような感じで、香りを出していきます。これですね少し香りが出てきましたらクミンホールをここに入れていきます。少し香りが出てきましたのでここで野菜を投入します。先ほどの玉ねぎ、人参、セロリですね、こちらを入れていきます。でこれは常に弱火で加熱していきます。でここでですね少しお塩を入れるんですけども、お塩一つまみ入れてください。こちらのお塩はですね、野菜にこの塩分を与えると、野菜から水分が出て、すごいうまみが出てくるという、野菜がですね透き通ってきてしんなりとしてきます。ここにですね、先ほどのトマトを入れていきます。でここで水分が加わりますので、またここで、凝縮していきます。トマトを入れてですね、こう煮込んでいきますと、トマトの形が完全に崩れてきまして、クタクタの状態になってきます。ここでですね、白ワインを入れます。白ワインを入れて、で、コリアンダーパウダーですね、コリアンダーパウダー先ほどのと、あとカイエンペッパー、こちらを入れていきます。でこちらでさらに、また液体を煮詰めていきます。白ワインやスパイスを入れて、少し煮詰めてきました。最初ですね野菜を炒めて、トマト、白ワインと順に入れていったんですけども、ここでしっかりとですね、野菜の水分や、トマト、白ワインというものをこう一体として、しっかりとこう煮詰めていく、それが結構重要でして、それがしっかりとやらないとそれぞれの野菜のうまみですとか白ワイン、トマトっていうものがここでしっかりと煮詰めることが美味しくなるポイントです。とろみがある感じになってます。でここで先ほどの一番最初にやりましたお肉、こちらを入れて煮込んでいきます。はい、沸騰してきましたら蓋をして煮込んでいきます。水分が少し足りないようでしたら、浸ってないようでしたらお水を入れて、調節してください。では蓋をします。はい、蓋をして弱火でだいたい20分から30分なんですけど、だいたい10分ぐらいで1回蓋を開けて見てみてください。だいたい30分ぐらい経ちましたので蓋を開けてみますね。はい、こんな感じです。はい、お肉の方がですねもうしっかりと柔らかくなってますので、こちらで煮込み自体は完成なんですけど、ここで最後味の調整をしますので、お塩と胡椒で味を整えます。でこのソースがですねこういうとろみが出てる状態っていうんですか、トマトとか野菜のエキスが出てきて、でお肉も、程よく柔らかくなってますね。こちらで煮込み
完成でございます。では盛り付けしていきます。あくまでご飯付け合わせなのでちょっと少なめいいですね。羊のスパイシー煮込み完成です。